こんにちは。セールスフォースジャパンテクニカルサポートの前島です。今回はフローの機能であるレコードトリガーフローについてご案内します。それでは本日のゴールです。今回の動画を通して取引先の住所が変更された際にフローで取引先責任者の住所を一括更新する方法をご紹介します。それでは実際にフローの設定方法をご案内します。セールスフォース設定メニューからフローと検索しフローをクリックします。続いて新規フローボタンをクリックします。フロー種別が一覧で表示されますので、今回はレコードトリガーフローを選択して作成をクリックします。まず開始要素の設定画面が表示されます。今回は取引先の住所が変更されたことを起点に自動化を行いたいため、取引先オブジェクトを選択し、レコードが更新されたを選択します。エントリー条件ではいずれかの条件に一致を選択。項目では国請求先、演算子では変更済み、値ではグローバルコンスタントトゥルーを選択します。同様に住所項目に含まれる郵便番号や都道府県の項目も設定します。これで住所が変更された時という条件が設定できます。また住所が変更されるたびに実行したいため、レコードを更新し条件の要件に一致するたびを選択した状態にします。ここまではプロセスビルダーとあまり変わりませんが、ここからフローとしての設定が必要となります。更新対象の取引先責任者レコードをレコードを取得要素で特定します。プラスアイコンをクリックしレコードを取得を選択します。表示ラベル API 参照名には取引先責任者を取得、ゲットコンタクトなどのように入力します。オブジェクトは取引先責任者を選択します。続いてレコードを絞り込みます。項目に取引先 ID、演算子は次の文字列と一致する、値はレコードから ID を選択します。このレコードとは動作の起点となったレコードを指しており、今回は住所を変更した取引先レコードの ID が格納される想定です。保存するレコード数はすべてのレコードを選択します。このようにして住所を変更した取引先に紐づく取引先責任者の一覧の取得が完了しました。次は取得したレコードを順番に更新するためにループ要素を使います。表示ラベル API 参照名は取引先責任者ループ、コンタクトループなどのように設定します。コレクション変数には先ほどレコードを取得要素で取得したゲットコンタクトを選択し完了をクリックします。ループの中のプラスをクリック、割り当て要素を選択し取引先責任者の住所に取引先の住所を割り当てていきます。表示ラベル API 参照名は住所を割り当て、アサインアドレスなどのように設定します。変数はループで定義したコンタクトループの国郵送先を選択。演算子は次の文字列と一致する。値は取引先の住所であるレコードの国請求先を選択します。同様に郵便番号や都道府県などの項目も設定します。完了をクリックします。以上の設定で取引先責任者を取得で取得した取引先責任者の変数ゲットコンタクトの住所の更新が完了しましたので、この変数を使って取引先責任者を更新します。プラスをクリックしレコードを更新を選択します。表示ラベル API 参照名は取引先責任者の住所を更新、アップデートコンタクトアドレスなどのように設定します。更新対象は取引先責任者ですので、レコードまたはレコードコレクションからの ID およびすべての項目値を使用を選択し、レコードコレクション変数のコンタクトループを選択します。保存をクリックし、表示ラベル API 参照名を入力して保存します。それでは動作を確認してみましょう。取引先レコードを開き、住所を書き換えて保存してみます。すると
取引先責任者の住所も書き換わったことが確認できました。動画の概要欄に関連資料がございますので、合わせてご確認ください。以上、レコードトリガーフローについてのご案内でした。本動画がお客様のお役に立てましたら幸いです。それでは次回もお楽しみに。